こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今回のテーマはスカイトラックを使った練習パート2、打ち出し角と回転数を意識した練習です。前回のパート1ではミート率や打ち出し方向、飛距離などを意識した基本的な練習をご覧いただきました。今回のパート2では打ち出しの高さとボールの回転数が結果に出やすいドライバーとパター以外の13本のクラブの中間的クラブ7番アイアンのショットテーマを中心にご覧いただきます。まず数字を意識しやすいクラブでもあり、数字を意識したいクラブでもあるドライバーからご覧いただきます。普段スカイトラックの数字を見ている限り、一般的なアマチュアプレイヤーのボールのバックスピン量は2500回転から4000回転の幅内のプレイヤーが多いです。打ち出し角は12度から23度の幅のプレイヤーが多いようですね。アマチュアのプレイヤーのドライバーの場合、回転数は2000から2500回転程度の回転数で、打ち出し角は16度から20度の範囲がキャリーとランのトータルの飛距離が出ているプレイヤーが多いです。ボールの回転数は2000から2500などの低い数値のようにできるだけ低く抑えられれば飛距離につながりますが、打ち出しの高さはヘッドスピードによって異なります。一般的なプレイヤーのドライバーのヘッドスピードは35から45くらいの幅のヘッドスピードならば、打ち出し角は16度から20度の幅が飛距離が出ます。目安としてトッププロのドライバーのボールのバックスピン量は2000から2500回転です。打ち出し角は12度から15度と言われています。参考までに USPGA のトッププロの平均のヘッドスピードは50と言われています。左右のサイドスピンはランや飛距離にも関係しています。フック回転はクラブフェースが閉じる力も加わることもあり、ボールに順回転、ランも出るので飛距離につながりやすく、スライス回転はクラブフェースがやや開いた状態でボールをインパクトするため、ドロー回転の球筋に比べると高さが出やすく、クラブフェースの向け方によって回転数が多くなるのでランが出づらくなり、一般的には飛距離もドロー回転に比べるとやや落ちます。ただしこのドローフェードはコースでのプレーでは両方とも必要であり、また使える球筋なので使い分けるぐらいに練習したいポイントです。多くのトッププレイヤーもパワーフェードと言われる飛距離も出てフェアウェイの狭いエリアを狙っていけるショットでもあるので、ドローフェードを意識してこのサイドスピンによる回転数と球筋を意識して練習したいですね。ドライバーの飛距離アップや左右の曲がりを抑えたプレイヤーにもこのバックスピン量とサイドスピン量、打ち出しの高さを意識してドロー系、フェード系、自分はどっちが使いやすいか、または右ドッグレッグホール、左ドッグレッグホールで自分が実際に使えそうな球筋、ショットとしてパート1でもご覧いただいたこの山と山の間の60ヤードの幅のエリアに次のグリーン面を想定したならば、どの球筋が自分には打てるのかを意識して練習できます。ここまではスカイトラックを使ったドライバーの基本的な練習の使い方をご覧いただきました。次にパター以外の13本のクラブの中間的クラブ7番アイアンをご覧いただきます。7番アイアンのバックスピン量は一般的なアマチュアプレイヤーならばざっくり番手の数字 ×1000 回転、7番アイアンならば7番アイアン ×1000 回転を目安にした7000回転と言われることもあります。ただしこの番手のロフト角も現在ではメーカーやそのメーカー内の規格によって異なるので、ざっくりとした目安でご覧ください。プロの7番アイアンのバックスピン量の目安は5700回転と言われています。アイアンのバックスピン量は低い弾道でバックスピン量が少なすぎればグリーンに止められない場合もありますが、グリーンのコンパクション、
グリーン面が受けているか受けていないかなどグリーンの状態に左右される理由もあるので、アイアンの場合はバックスピンはおおよその数字でサイドスピンによって起こる左右の曲がり幅を抑えたり、どのぐらいのサイドスピンでどのぐらいの曲がり幅になるぐらいの意識で自分の打ちたい球筋を安定して打てるように練習した方がいいでしょう。7番アイアンの打ち出す高さの目安は男子プロで打ち出し角16度前後、女子プロで打ち出し角19度前後と言われています。アマチュアの一般的プレイヤーの方の多くは7番アイアンでの打ち出し角が23度を超える方も少なくありません。プロのインパクトがやはりハンドファーストに、一般のアマチュアプレイヤーよりも立った状態でインパクトしているのが数字により分かりやすいですね。ボールのバックスピン量と打ち出し角に大きく影響するドライバーはこの数字を意識することによって大きくショットが変わる部分でもあります。ミドルアイアンやロングアイアンは自分なりの飛距離で再現性を磨けばパーオン率もアップしますが、プロのようなハンドファーストのよりクラブのロフトを生かしたインパクトを意識することによって7番アイアンで狙っていた距離のターゲットが8番アイアンで狙えるようになり、パターを除く13本のクラブの一番手飛距離の底上げにつながり、コースでのプレーでの飛距離の自信は実際のコースでのプレーとしてのメンタル面も楽になるので、このスカイトラックの数字を意識した練習はスイングの型から入るよりもある程度自分のスイングのスタイルがある方には練習して効果の見えやすい一面もあります。今回のテーマはスカイトラックを使った練習パート2、打ち出し角と回転数を意識した練習でした。気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録していただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。